台湾北部の町、新中北部。その町の日常に触れながらゆったりと旅をします。2泊3日の新中北部旅。夏休みに入ったばかりの台湾。台湾鉄道に乗って新中へ向かいます。おー、すごいスタイリッシュ。着きました。車内めっちゃ快適だったね。そうだね、よかったよかった。ここが新中駅ですね。新中駅、建物有名らしいから。ああ、入り口、そうだね。そうそう来ました。新中駅です。来ました。最初にね、このめっちゃアイコニックな駅を見たいなと思って、これも日本統治の時代の建物みたいなんだけど、なんか東京駅味を感じない？ちょっっとそうだね、似てるよね、作りとしても。やっぱりそうなんだね、似てる。まずはランチをね、人と会う予定をしてるので、高速で今からちょっと遅れてるから、急いで行きましょう。行きましょう。ということで今日は新中に来たんですけど、新中に来たっていうのもね、実は今回このオアさんとコラボをさせていただいています。で今回このオアがやっているレストランに最初来たんですけど、そのオアのメンバーの方にちょっとこの新中のこととか、このオアのやってることについてちょっとツアーをしてもらうことになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 So can you explain what the OR こんにちは。大家好。So nice. Can you explain what our company do in here in Hsinchu? Yes, or it's a brand, and we were since from the 2013. 2013. Yeah, and now we will have the sixth store. It's all about the country. Yeah, it's all about the culture. And first one is a bookstore. We have the bookstore. We have the craft store, and we have the living. ちょっと待って，我忘记名字了，英文怎么讲了？ Yeah, and then or have a craft or have a bookstore, craft store, coffee shop, and two B&B. One is in the Hsinchu city, one is in the Beibu. Yeah, and we also have the our house is this building. And here is content have the maybe you can find some alcohol, find some sauce, and find the restaurant and bistro. なんか新中はそんなにこうすごい魅力がめっちゃあるみたいな、すごい人気のところではなかったみたいなんだけど、このオアのおかげというか、オアがすごいその新中をプロモートしようって頑張ってるみたいで、そんなねカンパニーさんとコラボできて嬉しいです。ありがとうございます。Thank you so much. Thank you. No, it's so hot. これがオアの会社が作ってるオリジナルのソースみたいなんだけど、これが日本人に一番人気みたいで。あ、そうなんだ。そう。具沢山だね。めっちゃ美味しそうじゃない？へえ。多分辛いんだと思う。なんかちょっとスパイシーガーリックナッツソース。ああ、うまそう。ね、美味しそうだよね。あとこっちのピーナッツ系。ピーナッツのソースも美味しそうで、その新中はピーナッツが有名なんだって。あ、そうなんだ。そう、それでこの新中で作ってるみたいなんだけど、絶対美味しいよね。めっちゃ良さそうこれ。ね、なんかちょっと食べるラー油っぽいね、その右手に持ってるやつ。なんか日本人好きなのも名付ける。これがですね、
会社の雑誌で DN Department Project っていう雑誌を出してる会社が、日本いろんなところのに特化していっぱい雑誌を作ってたんだけど、台湾編は真鍮をね特集して作っていて、でそのパッケージがこれなんですけどまあこれのバッグを、ね、急に渡されましたプロモーションしてくる。めっちゃおしゃれでめっちゃでかいね。何でも入りそう。で飛行機行けるから日本語と英語版と、中国語と英語一緒になったのかな、両方あるんだけど、日本語の方をね結構読んで、私たちも読んできたのですごい真鍮のことを前情報としていっぱい勉強になったからすごいおすすめです、ここにも売ってるみたい。これが東方美人茶のお酒で、その明日行くベイプのティーファーマーの方が作ってるんだって、で日本に売ってるやつみたいな。そうなんだ。そう、絶対うまくない？美味しいね。ね、絶対美味しい。うわ、お土産買いたいこれ。これがパクチーウイスキーです。へえ、どんな味すんだ。飲んでみたいね。ね、面白い酒多いね。ね、これも美味しそうじゃない？オスマントスなんだっけ？金木犀。金木犀のお酒だって。金木犀のお酒。めっちゃ美味しそう。台湾って結構お酒飲まないイメージあったけど、実際来てみると台湾人はめっちゃお酒好きっていうの聞いた。なんか楽しい。そう、なんかご飯と一緒にお酒を飲むんじゃなくて、お酒自体を楽しむ文化はすごいあるって言って。いいよね。ここでいろいろ料理を出してもらったんですけど、全部美味しいね。美味しかったね、すごい創作系な感じで。そうだね、めちゃめちゃクリエイティブだった。このパスタとかもめっちゃ美味しいし、この唐揚げっぽいのも美味しいし、あと鴨肉が入った、バースデーしてもらったサンドイッチのも美味しかった。美味しかったね。全部美味しい。リゾットみたいな、みたいなのも美味しかった。レモンがあってめちゃめちゃおすすめです。ドリンクもすごい良かったね。そうだね。このクラフトショップめちゃめちゃ可愛いね。ね、いいものめっちゃあるから、ちょっと紹介しきれないんだけど、真鍮で作られてるのがガラスが有名みたいで、真鍮で、これめっちゃ可愛くないですか？取れる？素敵。これすごいよね。これ手作りって言ってたね。そう、これがハンドメイドで、こっちが工場とかで作られてるものになるんだけど、すごいいいね。これも真鍮で作られたもので、台湾のさ窓ってさガラスで作られてるのあるじゃん、古いやつ。日本とかもあるけど、それをリメイクしてこの箸置きとお皿作ってます。作ってるみたい。いいね、このガラスの模様がしっかり。かわいい。箸置きもかわいい。あと結構軽い。いいね。この TG っていうメーカーが真鍮にあるメーカーみたいなんだけど、日本人のデザイナーさんがデザインして、で真鍮でガラスが有名だから作ってるみたいなんだけど、こう普通のコップ、持ってみないと分かんないんだけどめちゃめちゃ軽いの、でこのすごいシンプルな設計だから、なんかどんな食卓にも合うと思うし、すごいめっちゃ軽い。びっくりしちゃったもん。軽いし強いって言ってたね。強いって言ってた。
あとこのフレンチプレスもすごい美しいデザインで、これもすごい。で今回宿泊するのもオアが作った宿泊施設になってて、ここです。オアインになります。はい。イエーイ。でもうチェックインは済ませていろいろ説明とかをもらってるんだけど、動画の見てる方に向けて説明しながらルームツアーしましょう。はい。よいしょ。じゃあ早速入りますか。はい。最初はエレベーターです。もう中ちょっと見ちゃったけど、めっちゃいい。めちゃめちゃいい場所。やばいねあれは本当に。で最初靴からスリッパに履き替えます。いいね。あれ大丈夫？足めっちゃ臭いけど。あ、大丈夫です。こんな感じのロビーです。めっちゃ素敵。ねえ。ねこの階に受付があって、こんな感じの共用ルームがあります。でこれでくつろげる場所もあるし、ここに本もあるし、すごい素敵。ね。で、飲み水も提供してて、ここに飲料水があるんだけど、ここの器の中から好きなやつを選んでマイカップにできる滞在中っていうんで、めっちゃ素敵で、このコップはさっき言ったクラフトのお店に売ってるやつなんだって。めっちゃいいよね。ではじゃあお部屋の方に案内お願いします。今回泊まらせていただくのがこの渓谷風バレーというところですね。お部屋めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。こんな感じです。おー、めっちゃいいね。いいですね。ここになんか私たちが日本人だからだと思うんだけど、日本語の本を少し用意してくれた。嬉しいよね。とあとこれ串と、あと串にもなるし頭皮のマッサージにもなるやつ用意してくれた。抗菌済みです。抗菌済みです。抗菌済みです。あとこれスピーカーなんだけど、多分 Bluetooth もできるし、なんかこのお部屋の名前にちなんだプレイリストもあるみたいで、 QR コードを読んだらそれを流せるみたい。へえ。じゃあいいよね。でエッセンシャルオイルのシャンプーとボディーソープがあって、めっちゃいい匂いしそうな感じ。あとタオルもちゃんと2つあるし、あとドライヤーがダイソン様のものです。ダイソンのドライヤー置いてるホテルさ、この1年半で泊まってなくない？全く。一生で泊まったことないかも。私はない。ダイソンのドライヤーってとこないね。ね、めっちゃ嬉しい。ありがたいですね。ありがたいです。いいですね。じゃあこの上の階もすごいいい感じだったから、上の階行ってみましょう。はい。でここにね無料のレモンハーブティーがあります。はーい。めっちゃ嬉しいね。ウェルカムドリンク。ウェルカムドリンク。よいしょ。好きな器で飲めるのがいいね。いいね。超楽しい。いただきます。どう？美味しい。美味しい。美味しい。生き返る。すごい。生き返る。もうここはお家だ。ちょっと暑かったしね、真鍮も。すごいデトックス系の味。めっちゃ美味しい。ゆったりできるね本当に。あとフリーのコーヒーメーカーとかもあって、ドリップ自分でできるからすごいいいね。お家みたいね。で朝ごはんもここで食べるのかな多分。明日。楽しみだな。はい、ということでね、無事チェックインを済ませて、で夜ご飯は本当はね近くの市場とかで済ませようかなと思ってたんだけど、今日たまたまオアで働いてらっしゃる夫婦がいて、でその夫婦がたまたまちょっとお会いして、で今日夜ご飯もしよかったらうちに来て食べないって言ってくださったので、ぜひちょっと行かせていただこうかなと思います。なので初めてだね、台湾の
家庭に入らせてもらうのが。そうだね。ね、なんかすごい楽しみだし、猫ちゃんとあと5歳の女の子もいるみたいで、楽しみ。カレーライスが待ってるそうだ。ですね。ありがたいね。では行きましょう。行きましょう。ということで、お家に招いていただきました。見てください。このイエーイイエーイ。字はYes, my name is Zhi Hao. ジーハオさん。ジーハジーハオさんがさっき出会った方です。で、夕食に招いていただきました。で、Can I ask your name? ワンジン。ワンジンさん、ご夫婦にお招きいただきました。After we moved to Hsinchu, our hometown, we are very oftenly to prepare our dinner by ourselves. So most of the food material is buy from the market, and because lemon is pretty like to eat curry. So like once a week's a time that we will prepare this one, and curry. The taste is sweet because we added the apple inside. The thing I also want to introduce is this one, the very traditionally pork, and like this one, or this one. 見たことある。かわいい。Yeah. It is coming from my grandmother because it is my grandmother's old house. So you can see a different pair of the dishes. This one, the modern one is belong to our family. Wow. Like this one is belong to my grandmother's. So this one is the zucchini. Yes, with the seafood together. This one because nanhua pumpkin. Also sweet, so they more like it. Right. So this is like a tofu. 豆腐。わー、すごい。これが台湾の家庭料理です。すごい。めちゃめちゃ美味しいね。やばい。美味しい。めちゃ家庭の味を味わってます。久々じゃない家庭の味を食べれるの。超嬉しい。ね。全部美味しい本当に。めっちゃ嬉しいね。こうやって歓迎してくれて。ね、感謝しかない。感謝しかない。かわいい確かに。ゴジラじゃないんだよ。後ろのやつなんだっけ？これなんだっけ？What? Yeah, I forgot the name. ギドラ。ギドラ。 And this one also is a very cheap. Yes. Like 100 Taiwanese dollars. They also like it because they look very stupid. Yes. Ugly. こちらのうち、今日クラフトショップで見つけたガラスの箸置き使ってました。真鍮のトラディショナルなガラスをこうやって加工してる。なるほどなるほど。かわいいね。馴染むね。では2日目の朝ごはんです。はい。朝ごはんもねホテルで用意してくれたんだけど、新中名物のビーフンのスープを用意してくれました。覚えてるかな、このちょっと辛みがあるソースが昨日クラフトショップで紹介してくれたやつで、すごい日本人に人気のやつみたいで、めっちゃ食べてみたいって思ってたから、めっちゃ嬉しいね。し、ここで食べてみてよかったら購入するのもいいね。そうだね。あとは、これが食べてみたいと思ってた、新中名物の水準餅、にピーナッツバターが乗ってて、で水準餅はもうこれを新中で作ってるのがもう1軒だけとかみたいで、でももうすごい古くなってるからなかなか手に入りづらいのかなみたいな感じで言ってました。でもう1個が、こちらのオアで作ってるズッキーニと人参のチップスです。これもめっちゃ美味しそうね。で朝から豪華にいただきます。豪華だね。ねえ、嬉しい。めっちゃ美味しい。ね、この辛みのやつもめっちゃ美味しいわ。なんか
確かに食べれるラー油系なんだけどめちゃめちゃナッツが入ってて、うん、なんかそれが歯ごたえになってめっちゃ美味しい。それ何でも合いそうだよね、本当にご飯にかけても美味しいしサラダに入れても美味しいし絶対確かに、買いたくなっちゃうね。ね、水餃餅ちょっと食べてみようかな。水準餅だ。水準餅美味しそ甘いのかな、ちょっとあんま想像できないというかね。見た目めっちゃナンみたいな感じだけど、どう？そのピーナッツバター俺すごい気になる。うまい。なんかねチャパティに似てる。ああ、チャパティ、はい、じゃあ甘さはそんなにないんだ。生地自体にはナンにちょっと似てるんだけど、ナンより小麦感が強くて、もっちり感とかもナンよりないんだけど、このヘルシーさがちょっとこうやみつく感じ、でこのピーナッツバターめっちゃうまい、めっちゃ手作り感ある。めっちゃ美味しそうだもん。そうで近くのお店でね買えるみたいで、ちょっと紹介もしてくれました。そっちも美味しい。いいな。まさか台湾でチャパティ食べれるとは。ということでもうチェックアウトを済ませたんですけども、ここの、オアのすぐ隣にある、もうエレベーターで直結してるんだけど、すぐ隣にオアのカフェがあって、そこもすごい素敵な空間でね、でしかも昨日家に招いてくださったワンさんが、昨日ね私たちも会った娘のレモンちゃんのこう成長過程を毎日こう絵にして描いていて、なんかそれがすごい素敵で、で実は今日からねエキシビジョンをやってるみたいですごく素敵なので、ちょっと8月末頃までなので多分動画出す時とちょっとねかぶっちゃうからあれかもしれないんですけど、めっちゃ素敵だよねこれ。いい。すごい。なんかお寺のさ近くにこうやって飲食店がすごい並んでるって書いてあったけど、珍しいね。すごい量だよ、ここまで多いとは思わなかった。あれか、活気がすごいね朝から。なんか息しづらいもんね。でこの飲食店の中をかき分けるとお寺が。昨日オアで働いてる方がおすすめしてくれたビーフのお店に来ました、でお店2025年にミシュランに掲載されてるみたいです、いただきます。朝もビーフン食べて昼もビーフンです新中に来たらね毎日ビーフ。でも朝のビーフは細麺で今回はちょっと太麺だよね。美味しい。美味しい、なんかね出汁がなんかうどん味がある感じに、ちょっと和風な感じなのかな。そうそう。でここタロイモ入ってんだよね。ね、そこがちょっと面白いよね。そうびっくり。タロイモのペーストが、タロ、なんかね合う、なんか合う。ちょっとスープにとろみがつきそうでね。そうだね、確かにペーストをこう溶かしたら。確かに。でパクチーもちょっと入ってて、それもちょっとこう苦味で合うと、あとエビがねめっちゃプリプリ、美味しい。
あとなんかちょっと天かすっぽいのが入ってるから、だからそれでちょっとなんていうの、うどんっぽい。うどんにあるよね、美味しい。ホテル近くにある新中ので有名なローカルアイスキャンディー屋さんでピーナッツアイス買いました。この角度がめっちゃローカルだもん。そうねそうねローカル感を表してる。斜めにぶっ刺すちょっと外めっちゃ暑いんで、ちょうどいいかな。はい。ちょっと早速いただきます。しかもここね16元ですよ1個。めっちゃ安いね。しかもすごい地元の人たちが箱で買ったりするすごい。どんどん来てるね。いただきます。すごいねこれ。あ、そうピーナッツ味。美味しい。美味しい。なんか駄菓子屋さんで食べるアイスみたいな。ローカルだね。懐かしい味する。で今日泊まったオアインの朝ごはんに水準餅についてきたピーナッツバターがめっちゃ美味しかったから、そのピーナッツバターを買えるお店も紹介してもらって、でオアインから全然歩いてすぐのところにあるのでちょっと来てみたんですけど、いろいろここを試させてもらえて味をね、で全部美味しいんだけど、私たちはこのハニーのピーナッツバターを買います。めっちゃ美味しかった。美味しかった。なんかちょっと蜂蜜とピーナッツがいい感じにあって、シュガーフリーもいいんだけど、それよりちょっと甘くなってるけど、でも蜂蜜だから健康にもいいっていうのでこれにしようかな。はい、ということでですね、2日目は、新中の市内から少し離れたところにあるベイプっていう町に来ました、でベイプは、墓文化が残る町になって、で今日泊まらせていただくのがまたオアグループが作ったオアインベイプっていうところになります、でちょっと雨の中で着いたんですけど、まずウェルカムドリンクとデザートをもらいました、でウェルカムドリンクがベイプでよく取れる東方美人茶、いただきます。ウェルカムドリンクで東方美人茶もらえるのやばくない？もう贅沢。贅沢だよね、もうすごい。いただきます。そう、このオリエンタルビューティー東方美人が新中でねよく取れるんだけど、めっ美味しい。ちゃ美味しい。美味しい。なんかこの間さ、多分前回の動画がマオコン行って行ったので飲んだのがさ違うお茶だったじゃん。鉄観音。そう、鉄観音じゃん、あれよりすっごい香りと甘みがある、なんか前調べたら東方美人ってなんかその茶葉を虫がかじったところを摘み取ってその作るのが東方美人茶だ、面白いよね。ね、なんかカフェで飲もうとしてたら、もうもらっちゃったっていう。確かにで、ウェルカムドリンクと一緒にもらったのがスイーツなんだけど、お餅にピーナッツと砂糖の粉を振りかけたもの、でこうやって箸で切ってもらいました、なんかこれもハッカスタイルのスイーツって言ってたね。どう？これラオヘイで食べた餅と同じだよね多分。でもあそこミシュランだよ。確かに。うまっ。なんかお餅がつきたてみたいなね、しかもこれさ、出来たてじゃない冷めてる状態なのに、このもちもち度なんかちょっとこうみずみずしさもないあるあるある新鮮さというか、なんて言うんだろうね。でもラオヘイで食べたミシュランのお餅と並ぶぐらいのを、ウェルカムスイーツでもらっちゃうっていう。確かにすごいわ。これがウェルカムドリンクとスイーツすごいね。なんかもうゆっくりしちゃうね。ねだからちょっと早めにチェックインして、このね、室内で楽しむのとかめっちゃいいよね。いいと思う、なんかこのステイをここでの宿泊を楽しみにベイプに来るのもね、全然もう価値はあると思う、まだ部屋行ってないんですけどいいことがもう分かっちゃってるんで今回私たちが泊まるお部屋がじゃあ月泉です
それぞれのお部屋がなんか、ここは月なんだけど、それぞれ、スモークとか、あと朝日とか、そのコンセプトがあって、それに合わせてこうインテリアとかをそうデザインしてて、すごいおしゃれです、私たちの部屋はムーンを、月をイメージしたお部屋みたいです。めっちゃすごいですよ。入りますか？こんな感じです。すごい、本すっごいいい場所。当にねえ、ここがまさかの疲れる、浴槽があるっていうね。そう、浴槽あって、でこの丸とこの上見てもらうと、明かりが丸になってて、それが月を表してるみたい、めっちゃおしゃれだよね。あ、ここ開いてるんだ。そうそういうことか。これ電気だと思ってた。あ、本当にそう、開いてるんですよ、ここ。すごいおしゃれだね。あとはこっちに一段上がって、ちょっとちっちゃい机と椅子、そしてこの薄カーテンめっちゃおしゃれです。で、真鍮の、オアインにもあったルームスプレーもあるから、これも使わせてもらえるし、あと Bluetooth もありますね。そして外が外はですね、縁側になってます。すごい。こんな感じで聞こえるかな、このちょっと鳥が鳴いてたりするんだけど、いいよね。なんか雨上がりだからね。そうだね。オアインの今日 2つか、真鍮の方とベイプ泊まって思ったけど、この段差があってちょっとこうなんていうの、スペースが区切られてるのがめっちゃいいなと思って。確かに。こうなんていうの、小上がりっていうのなんかわかんないけど、ちょっと日本っぽいというか、ね、そこがすごいいいなと思った。確かに、なんかここからはリラックスする場所。そうここはベッドの場所みたいな。そう確かにそれをこうカーテンとか、なんかこういう壁で仕切んないところがいいよね。そうだね。いいよね。空間のデザインがめっちゃ上手。じゃあ今日はこの後ちょっとパパッと夜ご飯を食べて、早めに寝て、また明日の朝ベイプを回りましょう。はい。朝ごはんすごい独特で、ハカの伝統的な料理を少しアレンジしたものになります、でこっちがちょっとこう現代風にアレンジしたバーガー風にしたもの、気になるね、これ何なのかなんか、ちょっとおこわっぽい感じで包んでるというか、そうでこっちが昨日ウェルカムでいただいたデザートのお餅、みたいなものを少しこうソルティッドにしたみたいです、でソースとかを加えながら食べるんですが、ここにあるソースは全てそのオーナー会社で作ったものです。なのでここで食べてよかったら本当にその場ですぐ買えちゃうから、もういいねこれ。そうだね、確かに、全部ちょっと試してみていいやつ紹介します後で。キノコとか入ってるのかな。おいしい？何中身、おいしい。めっちゃ美味しい。おいしい？おそらくこれは雑穀米バンズで、中に入ってるのが佃煮みたいな感じ。でめちゃめちゃ美味しいこれ。美味しい。めっちゃ合うね。めっちゃ合う。私ソースとかもすごい全部合うと思う。なんか和っぽいんだけど、ちょっと違う。そうね、美味しいね。台湾っぽさがあるというか。これもすごいもちもちのプルプル。美味しそう。
ちょっとソースにちょっとソイソースにつけて。どう？昨日のもちもち。おいしい。美味しい？なんかね、干し大根みたいな食あ感あ、食感。へえ。と、このなんかこれも佃煮みたいな感じ。めっちゃ美味しいこれ。美味しそう。でも昨日のお餅よりもちもち感はないよ。あ、そうなんだ。へえ。もうちょっとこうゼリーっぽい感じでこう箸で切れるちゃんと。確かに見た目もね、ちょっとプリッとしてるよね。これソース全試しして確かに。食べたい。これも美味しいわ、めっちゃ。めっちゃお腹減ってきた。やばいね、ハカ料理ハマっちゃうね。ハカ料理ね。美味しい。でソースいろいろ試してみて、私たち的に良かったのがこの3つです。で一番左がやっぱ日本人にも一番人気って言った、ナッツとかがゴロゴロ入っててちょっと辛いやつ。で真ん中がオリーブオイルで、鴨肉とちょっとこう葉っぱとかをつけてるやつね。これ超美味しかった。これも美味しかった。なんか洋食に本当に合いそうこれ。そうだね。美味しい。でこれがどういうやつだっけ？これは豆腐を発酵させて、なんかちょっと柑橘系のものを多分ピールとかだと皮部分とかを入れて発酵させてるやつなんだけど、なんかちょっと味噌っぽい感じではあるんだけど、まだ味噌とはねちょっと違った面白い味する。美味しかったです。これも美味しかった。じゃあ新中旅行の最終日はね、ベイプの街を回っていこうと思うんだけど、一番最初に来たのがこのベイプのお寺、メインのお寺ですごい古い歴史のあるお寺みたいで、なんか新中の街にあったお寺とまた違っていいね、ここも。そうだね。なんか中も上抜けてて結構静かで、でここのお寺を中心にこう街が路地が広がっていってるので、ちょっとベイプの路地とかを散策していこうと思います。はい。路地ですね。今日金曜だけど、人少ないね。少ないです。なんか歩きやすい。街歩き楽しい。コンパクトですごい。しかも台湾夏休みでこれだもんね。確かに。ね。いいね、なんかちょっとさ、日本の温泉街感ない？ある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 。なんかこう小道がいっぱいあって、なんかいろいろ行きたくなるね。ランチにですね、ハッカ料理のお店に来ました。でここがミシュランのお店なんだけど、一番名物のチャオパンディアオを頼みました。なんかね、見た目は肉味噌麺みたいな感じ。これを混ぜて、混ぜたのでいただきます。結構米麺のね、平たい麺。うまそう。この料理は新中のシティで出会った墓の方に超おすすめって言われた。これもね、みんな好きなやつ。美味しい。まず麺がね、今まで新中で食べたビーフンとかとちょっと違ってなんていうの、もうちょいこうもちっと感がある。もちっと感もあるけどすごいつるっとしてる。この朝ごはんでも食べたハッカ料理の佃煮も入ってるから、なんか肉味噌麺なんだけどちょっとヘルシーさを感じる。プラスやっぱパクチーね。
いいアクセントです。わかる。完璧だよね。完璧、もう美味しい。ハカの文化は食べ物を保存するっていうのがあるから、だから多分佃煮みたいな。美味しい。これちょっとね、程よい油もね入ってるから喉越しがいい。美味しいね。でね、次注文したのが、ローカルの人にね、これも絶対食べてほしいって言われたコンローですね。これは豚の角煮みたいな感じなんだけど、ちょっといつも見てる角煮よりもちょっと見た目が違うので、食べてみて。いただきます。はい。コンロー。どうですか？美味しいわ。なんか普通の豚の角煮って肉の部分も結構柔らかいホロホロなんだけど、これはちょっと硬めなんだけど、その硬めがまた歯ごたえがあってすごい美味しい。角煮とはまたちょっと違う。で醤油とちょっと八角かな、が効いてるんだけど美味しい。八角で煮込んでるのやっぱ台湾らしいね。すごい。そうだね。これご飯やばいね。進んじゃうね。確かにこのコンローファンもあるんだって。コンローご飯。ご飯欲しくなる。いいね。ここのお店多分何頼んでも美味しいと思う。美味しいと思う。で平日の昼で予約した方がいいよって宿の人に言われて、本当その通りでめちゃめちゃ混んでるから、来るなら予約する方がおすすめです。ベープの街自体そんなに人いないのに、そうめっちゃいる。どっから来たみたいな。ですね、米軍は墓文化がすごく盛んで、その墓の人たちが伝統的に飲んでる飲み物にライ茶っていうのがあるみたいです。でそのライ茶のライっていうのがすりつぶすっていう意味なんだって。そうなんだ。でその茶葉とかあとピーナッツとかごまとかをすりつぶしてドリンクとして飲むのがすごく貧しかった時とかからあるものをすりつぶしてで保存して飲み物とかで栄養を蓄えようっていう考え方からずっと伝統が続いてるみたい。でそのすりつぶすのを自分で体験できるカフェに来てちょっと今やってみてます。これねすりつぶすの結構大変だよって言われてたんだけど、まさかの2人で1時間でした。今から1時間すりつぶし続けなきゃいけない。確かにDIY ライチ結構大変だけどいい思い出になりそうです。頑張ります。頑張ります。でもすごいお茶が一緒に混ぜてるからお茶のいい香りがすごい漂ってきた。それお茶もあれなんだね、なんかすりつぶせんだね。確かに茶葉もできるんだね。終われるかなこれうちら。あれ欲しくない？3分クッキングみたいにさ準備しといて。これが出来上がったものがこちらですね。でお菓子ももらったからそうだね、食べながらやっている。ゆっくり楽しもう。すごい香りがいい。粉々してきたね。混ぜるんだ。乌龙茶。ウーロン茶。どんな味なんだろう。じゃあお茶としてのベースはウーロン茶なんだね。うまい。美味しい。なんかなんだろう、でも伝わりづらいけどめっちゃコクがある。めっちゃコ
コクがある飲むきな粉。なんかすごいきな粉を飲んでる感じ。でちょっと粉っぽさはあるけど全然嫌な感じじゃなくて、なんだろうね、やっぱ違うね。自分で潰したからなのかな、めっちゃコクがある。多分ウーロン茶ベース、ウーロン茶混ぜてるっていうのもあるし、最初に茶葉とかあったじゃん、だからそれがミックスされてすごいこのコクが出てるのかも。濃厚なんだじゃあ。この1時間頑張った後っていうのもめっちゃいい。すごい濃厚。これは絶対やった方がいい。本当に、でも確かに綺麗に1時間ぐらいかかったね。腕がね疲れる。飲んでみたい。美味しい。美味しい。でも抹茶とかにも近い感じ。抹茶ときな粉を混ぜた感じのお茶、感じでも甘さもある、ちゃんと。あ、そうなんだ。美味しいよ。めっちゃ美味しい。すごいいい感じだね、路地がね。ワインのさホテルにあった昔の写真集、白黒の、あれもこういう路地あったけどさ、いまだにちゃんと残ってるんだね。形はちょっと変わってるけど、名残がある。ぜひワインベープ泊まったら写真集見て街歩きしてほしい。そうだね。まさかのね、出た。ちゃんと出るのすごいね。すごいね。でも井戸水だから飲まないでって書いてある。すごい。でも使ってたんじゃない、昔の人は。そうだね、生活用水として。すごい。でもこの辺のすごいね、路地裏がねめっちゃ可愛いんすよ。写真撮りたくなるよね。新中とさベイプ2泊3日旅行したけどどうでしたか？いや、めちゃめちゃ本当に満足、大満足の旅だった。間違いない。で今回はやっぱりオアを通してこの新中とベイプっていう街をね探索させてもらって、やっぱオアの取り組みもすごいなって思ったのが、やっぱり新中とかもそこまで魅力が届いてない状態だったところから、オアっていうものができて、クラフトショップ作ったり、書店とかもね今回出してないけど作ったり、あとは新酒屋作って、で宿も作って、でベイプにも作ってって言って、その途中すごい盛り上げようとしてる感じがあるし、あと今回オアで働いてる方と、ね、たくさん関わらせてもらって、でしかもねご飯まで食べさせてお家に招いていただいたりとかもしたけど、本当にみんななんかすごく楽しそうにね働いてたね。そうだね。なんか働かされてるっていう意識も全然なく、なんかそんな楽しいからやってます、それだけですみたいな、本当なんかそういう雰囲気もあったし、なんかやっぱ新中で生まれて、で台北でちょっと働いてたんだけど帰ってきてオアで働いてる方とかも結構多かったけど、やっぱその土地にすごいプライドを持ってやってるし、みんなすごいウェルカムだったね。あとそうだね。がすごいあったかい街だなと思いました。確かに。だし新中もすごいオアだけではなくめっちゃいいお店もいっぱいあるし、その魅力がすごいあるなと思った。でも全然知らなかったなって思った私。そうだね。新中このオアとやらせていただくまで全く知らない土地だったし、ベイプとかも絶対知らなかったんだけど、今日もベイプ街歩いてて本当に楽しかったしね。街が結構小さくてすごい街歩きがめちゃめちゃ楽しいし、ご飯も美味しかったし、本当に満足です。そうだね。本当にこのオアを通して新中とベイプのね、なんかディープなところに入り込めたのはすごいいい経験になったかなって。本当に。なのでなんかオアからしても今回私たちとやらせていただくにあたってちょっとお話ししたんだけど、日本人の方にねもっと新中とかベイプの良さを知ってほしいっていう思いがあったみたいで、ぜひね新中とかベイプすごいいいところだったので、ぜひ行ってみてください。ですね。ですね。
feels good, honey. Oh, it's like a Sunday vibe.